いつも動画のご視聴ありがとうございます。スリーピーボーイです。久しぶりに筋トレを始めたんですけれども、インスタのストーリーで上げたら皆さんからリアクションがあったので結構嬉しいです。頑張って続けたいと思います。ということで、今日の動画はですね、視聴者の皆さんが欲しいもの、そして買ったもの集になります。ちょっと前の動画で僕のね、欲しいものは紹介したんですけども、今度は皆さんバージョンです。今回はですね、僕のインスタグラムのストーリーで皆さんに回答を募集しまして、それで集まったものを紹介させていただく形にしました。ご協力いただいた皆さんありがとうございました。今回ね、この動画を撮ろうと思った理由は、いろんな方の欲しいもの、買ったものを集めることで、今のトレンドだったり、僕を見ている同じようなジャンルの方が欲しいものがなんとなく見えてきて面白いかなと思ったので、撮ることにしました。ジャンルとしてはアパレル、トップス、パンツ、アウターで、あとは靴、他には小物、コスメ、最後にその他というような感じです。各ジャンルで説明する内容としては、そのジャンルごとに人気なアイテムの大まかな内訳。例えばトップスだったら T シャツが一番人気ですよとか、カーディガンが3番目に人気でしたみたいなことをお話します。で、さらに皆さんの回答の中でブランド名とアイテム名、詳細の記述があるものはご紹介したいなと思います。全部はね、紹介しきれないと思うので、皆さんもそうだし、僕にとっても面白いし、発見になりそうなものをいくつかピックアップしてます。ということで、本編に行きましょう。はい。大会実行委員長のことらさんに言葉をいただきたいと思います。一言お願いしていいですか？楽しんでいきましょう。ありがとうございます。ということでね、早速の本編なんですけれども、今回回答をたくさんいただいたので、一瞬ちょっと映してもいいですか？これはインスタのストーリーでいただいた回答を、まとめたものなんですけど、この量見てください。めちゃくちゃあります。特にこの靴、とてもたくさんの回答をいただいてまして、約50件ぐらい。すごいね。本当にありがとうございます。さっきのね、回答を踏まえてご紹介させていただくんですけれども、まずはね、アパレルのトップス部門からご紹介したいと思います。トップスの中で多かったのはですね、シャツ、スウェット、あとはニット、この3つでした。シャツについては、これからの季節使えるようなチェックシャツとか、柄物のね、ものが多いような印象でした。古着もね、結構ありました。ブランドはどっちかっていうとアメカジ系、新品も古着もアメカジ系が多かったかな。LL ビーンとかラングラーとか。スウェットについてはリバースウィーブが欲しいよ、買ったよっていう方がかなり多かったです。ニットは特にブランドの記載はあまりなかったんですけど、ジャンルで言うとアランニットとか、これから春になりますので着やすいシャツっていうのが圧倒的な人気だったのかなという感じです。ここからはね、実際にちょっとアイテムを紹介していこうかなと思います。まずはこちらです。ラフのチェックシャツを見ようかなと思います。ラフ、皆さんご存知ですか？僕がね、ちょっとラフというブランドを知らなかったので調べてみたんですけども、宮城秀隆さんがやるネルシャツを中心としたブランドがこのラフだそうです。面白いですよね。ネルシャツが中心なんだ。他にあんまりないですよね。アイテムはこんな感じです。こうダウンベストとかありますけど、このネルシャツを合わせる前提でこういうアイテムがあるのかな。ネルシャツの上に着るアイテム、ネルシャツの下に着るアイテムみたいなってるか、これを軸に着れるようなアイテムにしてるような気がする。形はこんな感じですね。大きすぎず小さすぎず、ちょっとゆとりがある感じが僕は好きです。調べてて見つけたんですけど、個人的にこれがめっちゃ惹かれるウエスタンシャツ仕様のアイテムなんですけど、こんな感じでダメージが結構入ってるアイテムもあるみたいですね。僕はこういうちょっとね、ボロボロっとした雰囲気のが好きなので、買うならちょっとこれがいいな。他にはカルムという古着屋さんのオリジナルシャツです。見てみましょう。多分こちらの商品、名古屋ですね。東別院のお店だ。アイテムはこんな感じです。しぶち、こんな感じのアイテムですね。値段的には結構同じなんですけど、さっきのラフのシャツに比べると古着屋さんがオリジナルでやってるのもあって、褪せたね色味というか渋い色味が特徴的ですね。
サイズ感はどちらもちょっとゆったりしているので着やすそう。なんか色味とか少し明るい感じにしたいならラフで、渋い格好、男臭い格好ならこっちのカルムが良さそうですね。他にはオーラリーのハードツイストウールドビーシャツというのがありました。こちらになります。ウールを高密度に練り上げたシャツだそうです。シワになりにくくてドライな肌触りらしいです。オーラリーの服は僕ポロシャツを持ってるんですけど、着心地がねいいっていうイメージがあるんですけど、これね春夏からすごい使えそうですよね。シルエットはどうなんだろう。あ、上品ですね。水色ももちろんいいですし、このねライトベージュ色味もいいですね。ユニクロ U のアイテムが好きな人とかだったらすごく合わせやすそうな気がします。他にもあったのはオールドフォークハウスのスウェットです。オールドフォークハウスは僕も持ってるんですけど、このスウェット結構有名だと思います。テーマあんまり知らなかったけど、リラックス、ユーモアをコンセプトに掲げ、生活における快適さと彩る面白さに焦点を当てているらしいです。なるほどね。胸にこういう金属のデザインとかあんまないですもんね。今出ているスウェットシャツだと無地のねアイテムになります。縫製糸にラメ糸を使用したシリーズ。ラメ糸ということは、ちょっと糸が光とかに反射して光るのかな。シンプルな無地なんだけど独特の光沢、存在感があるんでしょうね。お店かどこかで見てみたいですね。ここからはですね、パンツ系に行きたいと思います。パンツ部門で回答が多かったのは、デニム、ショーツ、あとはミリタリー系のパンツになります。特にね、デニムはめちゃくちゃ多くて、リーバイス、ラングラーみたいなブランドだけじゃなくて、Y プロジェクトだったり、デザイン性のね、高いブランドを挙げている方もいらっしゃいました。ショーツのブランド名はあんまりなかったんですけど、テーラードだったりとか、丈が少し長いショーツだったりとか、いろんな種類のものを探されている方が多いのかなというような感じでした。ミリタリーのパンツはね、面白そうなのがあったので、後ほど紹介します。ということで、アイテム紹介に行きたいと思います。まず紹介するのはこちらです。シュガーヒルのダブルニーディジットデニム。紹介するアイテムはこちらになります。ダブルニーのデニムになります。シュガーヒルはミリタリーやワークをベースに武骨さや尖った要素を中性的に再構築して上質に仕立てているユニセックスブランドらしいです。これね知らなかったです。日本のワーク、あとグランジっぽいブランドっていうイメージがなんとなくあったんですけど、中性的にデザインしてるユニセックスのブランドだったんですね。これ勉強になりました。こんな感じのアイテムですね。横のシルエットめちゃくちゃ綺麗ですね。ステッチはこんなブラウンなのかなの色味のステッチが入っているアイテム。目立つ要素は多いけど、いやらしい感じはないですね。今年の夏も結構暑くなるかなと思うので、これからの季節、このデニムに白 T、足元ね、ブーツとかいいかなと思います。僕の持ってるものだと、コモンプロジェクトのミリタリーブーツとか、上品にまとまってるものと合わせるとよりかっこよさが際立つのかなと思います。次はね、こちらです。レインメーカーのディハカマトラウザー。読み方合ってますかね。今回紹介するのはこのパンツになります。袴トラウザーなんだ。上品なグレーみたいな色味のアイテムです。サイトの都合上全体像がなぜか映せないんですけど、こんな感じのワイドなパンツですね。アイテムに合わせて形変えたりできるっていうのは使いやすそう。レインメーカーは京都を拠点とするファッションブランド。世界の最先端モードに目を向けつつも、スタンダードアイテムを現代的に再構築する手法でデザインしている。ルックはこんな感じです。確かにちょっとこうエッジーなねモードっぽい雰囲気も入ってますね。ただ一つ一つのアイテムは意外と着やすそう。それでは次はこちらです。フランス軍 M35 モーターサイクルパンツという回答いただいたので調べます。アイテムとしてはこんな感じですね。ベルトのディティールがいいですね。サイドこう後ろこうこんな感じで裾も絞れるようなアイテムなんだ。モーターサイクルコートとセットアップ的なやつでこちらのパンツがあるということなん
ですね。おそらくこの M35 のモーターサイクルコートに合わせるようなアイテムになると思うんですけど、こっちのアイテムは昔ニューヨークに旅行した時に古着屋さんで見かけた記憶があります。ミリタリーのアイテムなんですけど、すごく上品でかっこいいなと思った記憶があるんですけど、パンツもかっこいいですね。これからの季節だったら白シャツとかシャンブレーシャツとかさらっと着てね、肩で風切って歩きたいようなイメージがありますけど、名古屋とかだったらどこで買えるのかな。フロートさんかな結構行っちゃってるけど、いいのが見つけたらちょっと挑戦してみたいですね。以上がパンツ部門でした。デニムの報告多かったんですけど、ブランド名のね詳細があんまりなかったので均等にご紹介させていただきました。個人的に気になるのは M35 モーターサイクルパンツ、かっこいいね。では次、アウター部門です。アウター部門です。このね、アウター系については、かなりね、回答が多かったジャンルではあるんですけど、その中でも多かったのは、デニムジャケットとテック系のジャケットです。その次に多かったのは、レザーのジャケットとか、ミリタリー系のね、ジャケットでした。アウターはやっぱりテック系強いかなと思ったんですけど、デニムジャケットかなり多かったの意外でしたね。ブランドはね、結構面白いのが何個かあったので、ちょっと紹介したいと思います。まず一つ目、ショットとリーのコラボデニムジャケット、短でかわちいです。ありがとうございます。これですね。こんな感じのアイテムですね。老舗ブランドのショットとリーのコラボアイテムなんですけど、こんなディティールになってまして、確かに丈の短い今っぽいデザインですね。コラボ的な要素は、そのオリジナルロゴのレザーネームやレザーネームを剥いだようなレザーパッチ跡やフラッシャー、なるほどなるほど、ポケットの上にあるパッチがあったであろうっていうところですね。デニムパンツのフラッシャーだったりとか、汗だ感じは結構大好物なので、このアイテムはすごく惹かれますね。商品展開的にはワンウォッシュとユーズド、個人的にはユーズドが欲しいなと思います。この雰囲気はね、セットアップできたらマジでかっこいい。次はこちらです。セレグラントのリジットデニムアームスリートジャケット。アイテムはこちらです。女性の方がモデルをやられているブランドですね。アームスリットが入ってて、なんかマントみたいな着方もできるのかな。ゆったりとしたデザインでこんな感じのシルエット。パンツかわいいな。ブランドアカウント見つけました。今欲しいを叶えるレディース要素をメンズに落とし込んだ綺麗めモードブランドらしいです。だから女性の方がモデルなんですね。面白いですね。かわいい。この格好とかかわいいですね。身長ごとにおすすめのサイズが書いてあるのは嬉しいですね。176センチ以上は L サイズなんだ。あの感じで着るのは僕ぐらいの身長あると難しいかもしれないんだ。残念。次はね、テック系になります。モンベルのストームクルーザー。こちらになります。カラバリがめっちゃ多い。こんな感じで色味がいろいろあります。ストームクルーザーという名前だけあって、雨風をちゃんとしのげるようにいろんなディティールが詰まっているアイテムですね。これいいな。僕はね、ゴアテックスのジャケットを何個か持ってるんですけど、この持ち運びができるものは持ってなくて、持ち運びできるの結構嬉しいです、個人的に。僕はもうすでに黒色のそういうゴアテックスのやつを持ってるので、これから手に入れるならこれぐらい真っ赤な目立つやつとかがいいかなと思います。他のブランドでいろんなもの出てますけど、26,000で買えるっていうのはやっぱモンベル強いですよね。コスパがいい。次はこちらです。ダイワピュアのオーテックパラシュートジャケット。アイテムとしてはこんな感じですね。都市生活を満喫するデザインとフィッシングを楽しむためのアイデアが共存するアパレルコレクション。フィッシングで培った経験値を日常着の中でも着れるように落とし込んでいるのがこのダイワピュア39になるんですかね。今日見てきたブランドは結構そういういろんなバックグラウンドにスタンダードとかそういうのが合わさってるのが多いようなイメージがあります。アイテムとしては黒とグレー。個人的にはグレーだな。かっこいい。で、撥水加工もされてるみたいで、日常着としても使えるような快適性もありつつ、フィッシングもできちゃうような耐水性もあるアイテムなんですね。この後ろがふわっとした感じ。シルエットもいいですね。僕はダイワピュアの服持ってないので、いつかちょっと買ってみたいですね。テック系の中でも生活を大事にしてそうな人のイメージがあるんで、いつか僕もそのレベルに立てたら
これを着て写真とか動画撮りたいですね。ミリタリー系に行きましょう。フォーティースヴィンテージ USN ガンナースモックです。アイテムとしてはこちらになります。僕がこのアイテム詳しくないのでちょっと解説見ましょう。希少なサルベージパーカーの中でもさらに希少な初期タイプモデル。こういうの惹かれますね。別名ガンナースモックと呼ばれる危険物処理や座礁船の引き上げ、救助用のスモックパーカーとなり、US ミリタリーの中でも特殊かつアイテムの特性ゆえ貴重なもの。もうこの歌い文句で心バシバシ惹かれますね。だし白だから衛生兵的な要素なのかな。そうやって聞くとこれの価値をすごく感じます。アイテムとしてはかっこいいなと思います。ミリタリー系のアイテムと合わせてもいいし、さっき紹介してたようなテック系のアイテムだったら相性もいいだろうし、僕の知識はまだまだなので、プロの方にね、こういうミリタリーのアイテムを教わるみたいなのもいつかやれたらいいなと思います。次はこちらです。ガルーダ SS フォアマンコートというやつですね。おそらくこれです。ニュージーランドのブランドみたいです。2014年からやられている家族経営の会社でやっているブランドみたいですね。インドとかにも背景のあるブランドなんですね。日本ではなかなか見ないユニークな雰囲気が感じますね。アイテムとしてはこんな感じです。かなりディティールが満載なアウターになりますね。画面だともしかしたら伝わらないかもしれないんですけど、パキッとしてるような生地感のアイテムですね。肩掛けして持ち運びもできるアイテムなんですね。いろんな要素がミックスされた独特なコートですね。このブランド自体知らなかったのですごいいい発見になりました。個人的にはポリエステルフィールドジャケットとかもミリタリーとテックの要素が合わさってめちゃくちゃかっこいいなと思いました。読みたい。あったかいね。すいません、お昼ご飯をいただいてました。ここからは靴をご紹介しようかなと思います。ジャンルの中で人気であったのはダントツで1番はスニーカーでした。その次がブーツで、その次がサンダルとかが多かったです。スニーカーについてはいろんなブランドの回答がありましたけど、とりわけ多かったのはアディダスで、あとはニューバランス、コラボモデルもあったりとか定番のモデルもあったりとかっていう感じですね。ブーツはドクターマーチンもあり、アワーレガシーもあり、グイディとかもあったりっていう感じですね。サンダルはビルケンがほとんどでしたね。ビルケンの中でもボストンとかが人気でした。靴のねジャンルについては皆さん細かく教えてくださったので、一気にねいろんなブランド見ていきたいと思います。まず1つ目はこちらです。アディダスのタバコになります。グレンこちらですね。1972年リリースが再復刻しているモデルで、形としてはねサンバのようにローテクな雰囲気、細身の感じです。ベージュではあるんですけど黄色みが強いのでこれからの季節も使いやすそう。ただ在庫は全くないです。めちゃくちゃ人気ですね。アディダスぐらい人気のニューバランスから、オーラリーニューバランス M990V4、 これはまだ販売してない商品になるのでコレクションの画像なんですけど、グレージに青の差し色が入ったものと青に黄色っぽいベージュの差し色が入ったモデルになります。ありそうでないモデルですよね。普通のモデルだと単色のもので同系色でまとまってるわけじゃなくて、ワンポイントで差し色が入っている。持っていたもので990の紫色のものがあるんですけど、あれはね今思い返してみるとすごく使いやすい、コーデにメリハリをつけやすいアイテムだったと思うので、個人的にはこっち青色に黄色っぽい色が入ってるのが気になります。夏とかねショーツに合わせたらこの靴が主役のコーデ組めて楽しそうだなって思います。はい、それでは次こちらです。アシックスとアンエフェクテッドのコラボ、ゲルカヤの14です。こちらですね。カラーリングは白、緑、黒ベースがあるんですけど、個人的にはこのポージーグリーンかっこいいなと思います。さっきのね靴に似てますけど、差し色としてね僕はこういう靴使いたいなと思うので、発色のいい目立つ色あるといいなと思います。春夏めっちゃ活躍しそう。次はこちらです。ラストリゾート AB の VM006 新作です。欲しい。こちらですね。僕の動画でも紹介してるんですけど、海外のスケートボードのシューズブランドになります。スケートシューズのソールにモカシンシューズっぽいアッパーがついているものになります。黒とかダークブラウンの色味もあるんですけど、個人的にはちょっと今の発色つながりですけど、オレンジの色かっこいいなと思います。形も綺麗ですしね、上品。意外とね上の年代の方にもプレゼントしやすいかも。
では次こちらです。アワーレガシーのカミオンブーツ。視聴者さんはこれ結構持ってたり欲しいって来るんですけど、これが今回も履いてます。アイテムとしてはこんな感じですね。サイドジップのブーツになってまして、コーデにね使いやすいシンプルでシックなブーツになります。今画面に出ているのはブラックのブーツなんですけど、ブラウンだったりキャメルみたいな展開もあるので、自分のねスタイルとかに合わせて選べると思います。中古でもこれ探せると思うので、今のねモデルでいい色がなかったら中古で探したりするのもありかなと思います。それでは次こちらです。オールデンの9901を購入しました。書いてあるやつですね。こちらです。これはかっこいいよ。お値段はしっかりしますけど、長くね使って自分だけの味を出していける靴ですね。他の動画の宣伝になっちゃうんですけど、僕この前バーブックさんというスペインのねシューズブランドさんのお店に行って革靴の歴史とか種類について説明いただいたので、革靴これから買ってみたいな、知りたいなっていう人はぜひその動画見てください。オールデン僕もいつか買いたいな。次はこちらです。ビルケンの京都です。皆さんビルケンのボストンを買われる方多いと思います。人気ですし使いやすいと思うんですけど、今年の夏ねまたちょっと雰囲気を変えたいという方におすすめ。つま先がね出るタイプのサンダルになるんですけど、ボストンの上品な雰囲気ってスウェードのこういう生地感でもあると思うので、つま先が出てても綺麗に見えるかなと思います。他にね結構ボリュームもあるので、裾が止まるようなパンツと合わせたら上品な足元が演出できるんじゃないでしょうか。プロみたいなことを言ってみました。個人的にはこれぐらいの丈感では履かないかもしれないですね。さらっとしたワイドなスラックスとかはいいかなと思います。一応ブラックもあります。夏にブラックのサンダルだったらもっとツヤツヤっとしたレザーとかがいいかなと思うので、僕はビルケンっぽいグレートープがおすすめです。ということで小物編になります。このジャンルで多かったものとしてはアクセサリー、ネックレスとかアイウェア、そして時計、あとは香水とかがありました。アクセサリーとしてはブランドの情報がないものが多かったんですけど、あるものとしてはアワーレガシー、ドリスバンノッテン、あとは皆さんが知らない面白いブランドものがありましたので後ほど紹介します。あとメガネとかねもありました。時計もねブランド結構ありましたが、ハミルトン、G-SHOCK、普段使いやすそうなものが入っているという感じでした。香水はラボラトリオ・オルファティーボとか、あとトム・フォードがありまして、後ほど紹介します。まず紹介するのはこちらです。ヨースターエクレクティックスモールネックレスです。カッチャイチッチ見ていきましょう。多分読み方はヨースターだと思います。なるほどなるほど。この女性の方がこのブランドのデザインをされてるみたいなんですけど、イスラエルとかパレスチナの方でデザインの勉強をされて、ブランドを始められているというような感じです。デザインは中東にルーツがあったりするんですかね。さっきもねガルーダっていうインドの背景があるブランドありましたけど、日本にいながら旅行してる気分になりますね。アイテムはこんな感じです。首のねかかる部分はシンプルなもので、前面にいろんなパーツがくっついているようなアイテムですね。かっこいい、中性的な雰囲気があっていいですね。925のシルバーがあったり、ブラスの上に24金の加工をしたものもあると。僕はねあんまりネックレス持ってないので、こういうアイテム1個あったらコーデの幅が単純に広がって面白そう。コーデ組むの楽しくなりそうです。次はこちらです。ディグナのクラシック965ジェッツオリーブです。メガネになりますね。965ってものがちょっと見つけれなかったら多分956かなと思いますけど、オリーブの色味になります。クラシックなねデザインの中に緑の色味がかっこいいですね。ミリタリーのアイテムと合わせたりとか、スーツみたいなのに合わせたりしたらかっこいいのかなと思いますけど、クオリティめっちゃ高そうですし、ブランドが単純に気になるんだけど、2009年に歴史的な名品やヴィンテージモデルを最新技術で蘇らせたいという思いで誕生したブランドらしくて、日本のブランドになるんですね。値段は36,000円ですけど、その分クオリティを追求して作られてて、クラシックなデザインだから普段から使いやすいアイテムを作られているブランドなんですね。販売されてるアイテムはこんな感じで、結構シンプルなものが多い印象ですね。今ちょっと文豪っぽくなりたいなと思ってるんで、銀縁のメガネが気になります。911E っていうモデルです。次はこちら、ハミルトンのベンチュラというものです。
こちらになります。時計の文字盤が特徴的なアイテムですね。ベンチュラはエルビス・プレスリーとかが多分つけていて有名なモデルだったはず。最初の電池式時計みたいな背景もあったと思います。こういう感じでね、エルビス・プレスリーがつけられている時代のものになるので、古着のねコーデとかと相性はもちろんいいかなと思います。個人的に黒レザーベルトゴールド文字盤はかっこいいなと思います。あら、ちょっと待ってください。小虎くんがなんかちょっとマイク近づけます。では次はこちらですね。オレンドのバッグが河内。スペインのブランドで届くまで1から3ヶ月かかるのが難点。オレンドのバッグ見てみましょう。こちらになります。こんな感じのバッグなんですね。ポップな色味とデザインですね。色の選択肢がめちゃくちゃ多いアイテムですね。パソコンとかも入れられるようなショルダーバッグになってるみたいです。あ、絞ったら形も変えれるな。それこそバッグとかだったら差し色とかもね、靴同様にしやすいと思うので、普段ね色味が落ち着いたものが多いよって人はこの赤とかね、こう青とかねあるとコーデがまた面白くなるんじゃないかなと思います。ツルツルっとした素材感なので、綺麗めなね上品なアイテムとかだと合わせやすいかなと思います。白パンにニットとか相性がいいと思います。最後ちょっと小物編、香水に入ります。ラボラトリオオルファティーボのエクスプロウッド。この香り 3P さん絶対好きなやつって言われたら紹介しないと。こちらになります。エクスプロウッド。香水のセレクトショップのノーズショップさんで買えるアイテム。100ml で29,000円のものです。僕が持ってるのは Need You っていう透明なデザインなんですけど、これはちょっとブラックなパッケージですね。このラボラトリオルファティーボはイタリアで立ち上げられたブランドになるんですけども、どの香水も洗練された香りがして僕は好きなブランドなんですけど、このエクスプロウッド気になりすぎてお店に行って嗅いできました。僕の感想としては土ウッディ系の香水なんですけど、花を感じる香りが入っているので、モリモリっとしてるよりは手前が花畑、後ろに森みたいな香りがしますウッディ系ってね、男性の傾けっていうイメージある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これは女性でも使いやすい香りだと思います。TPO も結構幅広めに使えるアイテムなんじゃないかなと思います。ウッディ系を最初に挑戦したい人とかぜひ嗅いでみてください。最後はですね、その他の部門に行きたいと思います。さっきまで紹介したファッション系以外のもの全部ひっくるめてご紹介しているんですけども、多かったものはですね、まず1つ目、オーディオ関係の製品です。2つ目が新生活向けの、家具だったりインテリアだったり、3つ目がカメラだったりパソコンだったり空気清浄機だったり家電系でした。ここはちょっと回答自体が少なかったので、早速ちょっと商品の方を見ていこうかなと思います。まずね、オーディオ系の製品なんですけど、マーシャルのヘッドホンです。アイテムとしてはこんな感じです。レザー調の生地感とマーシャルって書いてあるロゴのねデザインがかっこいいヘッドホンになりますね。つけた感じはこんな雰囲気です。ファッションアイテムとしても使えそうなデザイン性がありますね。有線でも使うことができるそうなので、パソコンだったりとか楽器の演奏とかでもおそらく使えるんでしょう。最大ね約80時間で使えるみたいなんで、かなり長いことバッテリー持ちますね。 AirPods Max を普段使ってるんですけど、ヘッドホンはやっぱりイヤホンと違ってね、音質とか遮音性とかが違うので、音楽に没頭して楽しめる魅力があるかなと思います。今日紹介したラフのネルシャツだったりとか、カルムのオンブレシャツとかと合わせたらめちゃくちゃかっこいい雰囲気になりそうだなと思いました。次はこちらです。アートワークフロムドロールアートルーム。ピンタレストとかで見たことあるこの壁にかかってるポスターを
買うことができるオンラインのサイトになります。インスタとかでも見たことあるようなデザインのポスターが買えるみたいですね。サイズも 70×100 センチまで選べて、フレームとかも付けれる。僕の家にもポスターはあるんですけど、設置するだけで部屋の雰囲気をちょっと変えることができたりして、インテリアを簡単に楽しむいいアイテムだと思うので、気になる方がいればこのサイトチェックしてみると面白いかもしれないです。これ海外のサイトになるので、もしかしたら輸入する過程で関税だったりとか送料が思ったより高くつくっていう可能性もありますので、買う際はリサーチだけはね忘れないようにしてください。最後はこちらになります。家電の中でも僕が紹介したかったんでこれ選ばせていただきました。富士フィルムの X100VIって読むのかな、こちらのカメラでございます。どうですか？しぶちいでしょ？まだねこれ販売されてないカメラです。これから販売にはなるんですが、富士フィルムのカメラは写真用だったり動画用で使ってるんですけど、特に写真が撮るの楽しくて、この画面に出てるみたいにフィルムカメラみたいなフィルターがカメラの中に入っていて、パッと撮っただけでこういうすごいいい写真が撮れる機能があるんですよ。これがね好きで使ってるまであるので、一番最新版いろんなフィルターが揃ってるのがこの X100VIになります。すごく簡単に言うと、いろいろ追加投資せずにこれから写真を楽しみたいっていうことは、このカメラはめちゃくちゃおすすめです。重厚感のあるしっかりとした作りなので、インテリアとしてもそうだし、コーデのねアクセサリー的な使い方もできなくはない。そういう風に自分を言い聞かせてカメラを買ってます。僕は値段が結構高めなので、これからね長いこと使うという前提で買われる場合は選択肢の一つにあってもいいかなと思います。ということで以上が視聴者の皆さんが欲しいもの、買ったもの集でした。いかがでしたかね。編集した動画がどうなるかわかんないんですけど、2時間ぐらい話しまくってまして、それぐらい皆さんの熱量があったので結構長編の動画になっているかと思います。今回の動画で視聴者の皆さんのね欲しいものだったりトレンドっていうのはこれでちょっと見えてきたかなとは思います。冬と春とその間ぐらいのアンケートになったので、これからもっと暖かくなると結果はちょっと変わってくるかなと思いますので、また定期的にね皆さんのね回答を募集して一緒にねトレンド解析をできたら面白いかなと思いますので、お付き合いいただけると嬉しいです。ということで閉幕の挨拶、小虎会長が寝ておりますので私が締めさせていただきます。ありがとうございました。